どうも皆さん、カイトです。可愛い少女のローグライク、アタッカーちゃんをご存知でしょうか。こちらは2022年8月10日に Steam でリリースされたゲームになります。早速エキスパートでラストまでクリアしたんですけど、見た目以上にハマる中毒性ローグライクでしたね。ノーマルだと30分でクリアできるんですけど、エキスパートにした瞬間の難しさはマジで半端なく、想像以上に面白かったです。今回はアタッカーちゃんというおすすめ作品のジャンル、魅力を簡単に紹介します。またこの動画にはネタバレが含まれますのでご了承ください。では早速やっていきましょう。まずこのゲームのジャンルになるんですが、可愛い少女のローグライクアクションになります。主人公のアタッカーちゃんを操作して暴走したメカを破壊しながらクリアを目指す感じ。マップ選択式のローグライクなんで、お金を集めながらエリアを選択、そして戦闘やショップ、カフェ、ヘルプなどでスキルバフをかけていきます。ボス戦に行くまでは何度でも場所選択はできるんですけど、1進むために危険箇所フィールドが拡大していくので効率的に進むのが良いです。もし危険箇所を選択しても即ですということはなくて、ミサイルの落下雨の中で戦闘が行われる感じです。アタッカーちゃんは近接攻撃と遠距離攻撃、ダッシュの3パターンしかないのも特徴。ざっくりと説明するとこんな感じです。そしてこのゲームの魅力についてなんですが、1、サクッとクリアできるノーマルモード。冒頭で言いますが、ノーマルなら30分でクリアできます。圧倒的低価格の520円でプレイできることもあり、ボリュームは全然ありません。ちなみに4ステージですが、エキスパートをプレイする前提で作られたような難易度はめちゃくちゃ面白かったです。ノーマルは無限コンティニューが可能で、この手のアクションをしたことがない方には非常に優しいです。アタッカーちゃんにどれだけスキルバフをかけていくのが勝負の要です。自動攻撃のビットくんから射撃のホーミング機能、さらには近接射程伸ばしからのライフアップなど種類はたくさんあります。ライフは戦闘時では一切回復できないので、いかに被弾しないように、そしてお金を稼ぐ。被弾してしまったら後を考えてカフェとショップを有効活用するという戦略性も生まれます。射撃に関してはチャージゲージを使用して発射でき、まとめて敵を倒すのに便利です。敵を殴るとチャージが回復するんで、常にマックス近い状態が好ましいですね。ですってもゴリゴリ進めるんで、慣れるという意味でもちょうどいい感じでした。2、ユーモアあるメカキャラ少女。ストーリーはアタッカーちゃんが暴走しているメカを止めに行くため戦地に乗り込んでみたいな感じなんですけど、敵対するメカがボス少女なんですよ。なんか色々といいですよね。わかります。ライドアーマーに乗ったツインテボスから魔法使いなら絶対に氷系のボス、デアラの双子っぽいボスからアイシーみたいなボスなど全部が可愛いです。まあ攻撃は可愛くないんですけど、一定のパターン攻撃も多いんですけど、ワンアクションに色々とこだわっているのがわかります。このラスト手前のアイシーはほんまに可愛いのに激苦手でした。突っ込んでくるんやめて。3、エキスパートでコントローラー投げる面白さ。難易度をエキスパートが真のローグライクと思わせるゆえんであり、ローコンティニューで最初からやり直しという挫折感を味わえます。ちなみにコントローラー幾度となくソファーに投げました。いかにお金を稼ぎながらスキルバフをかける、そしてうまい組み合わせで望めだと思ったらケチョンケチョンに乗されるなど、メンタルの勝負がめっちゃ面白かったです。ですっても次ならいけると思ってたらいつの間にか4時間ほどかかってまして、上手い人ならノーマル合わせて 1,2 時間でいけるかなと、戦略性も含めて520円としては大満足の作品でした。以上になります。可愛い少女のローグライク、アタッカーちゃん。ノーマルで操作性を覚えてからのエキスパートでの中毒性、絶対にクリアしてやると意気込んでのメカ少女にボコされる屈辱感。この機会にぜひローグライクというジャンルをプレイしてみませんか。きっとエキスパートでの7分クリアという実績がうんだのみすぎて切れ散らかすこと間違いないですよ。このチャンネルではインディーズ作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではではまたの機会に。カイトでした。